はい、おはようございます。今日は9月じゃない。8月20日ですかね。木曜日、もう8月も終わりでございます。小学生の皆さん、宿題は終わってますでしょうか？小学生が見てるとは思えないけど、頑張ってください。今日の新潟はまあ晴れてますね。でもちょっと気温は高いです。ちょっと暑いぐらい。昨日も暑かったですね、ちょっとね。はい、ということで、昨日の動画、ちょっとね、最後の方、車窓動画というか、を撮ってみました。ちょっとです、結構よく晴れてたので、空映したいなと思って、GoPro の良さが出るなと思って、ちょっとね、撮ってみたんですけど、いや、やっぱり GoPro が出す夏の青空は、やっぱり好きですね。結局これも本体では露出補正マイナス1にしてプラス1のラットを上げて撮りました。やっぱりいいなっていう感じです。でその話をするとですね、ちょっとこの間の動画で、ちょっと皆さんを誤解させてしまったというか、ちょっとうまく伝わらなかったなというのがあるんですけど、ラットがよくわからないと、いう動画を出しましたけど、例えばラットにプラス1とかプラス 1.8 っていう表記がされているラットはもうその数字の通り、プラス1だったらプラス1、1.8 だったら 1.8 露出を上げるよっていう、ラット。これは僕も理解してます。で、だから例えば、あくまでラットなので万能じゃないんですよね。例えばマイナス1露出補正して取ったとしても、プラス1で取れば、自分の思った通りの色になるかというと、それは違います。それはもう元素材の、データ、黒つぶれしてるところは黒つぶれしたままだし、したままというかデータは残ってないし、白つぶれしたところも、データは残ってないので、なんですか、万能ではないということは僕も分かってます。で、僕がちょっと分かんなかったのは、だからプラス1で取ったとし、マイナス1で取ったとしても、別に結果が自分好みであれば、自分の意図したものであれば、1.8 のラットを使ったって構わない。それはね、そういうことです。それは僕も分かってますし、もっと極端なことを言うと、GoPro の映像に、例えばライカのラットを当てて、気に入れば、それはそれで全然間違いじゃないんですよね。うまくいく可能性はすごく少ないような気はしますけど、それは全然間違いではないというのは僕も理解してますと。で、一つ気になったのは、なぜ GoPro が公式でプラス 1.8 っていうラットを出しているのかっていう、その意図がね、ちょっと、僕には理解できないなって思ったのがまず一つなんですね。で、ドリキンさんがちょっといろいろ解説というか考えをおっしゃってくださったんですけど、それはちょっとあれかな、新しくできたビーグルっていうね、BSM の有料会員のみの SNS 新しいのをね、今ドリキンさんが、中心に作ってくださってるんですけど、そこでちょっとコメントをいただいて、プラス 1.8 っていうラットを当ててるのは、だからマイナス 1.8 とかに、実際は本体でマイナス 1.8 っていう設定はないんですけど、下げることでダイナミックレンジを一番より広く取れる設定がそのマイナス設定なんではないかという
ことです。これは僕も納得で、動画では、白飛びはある程度許容される。かつ黒つぶれというか暗所はノイズが出るので、ノイズは嫌われると。逆に写真スチールでは白つぶれは基本的に嫌われる、悪とされる。で、黒は黒のね、暗所つぶれ、黒つぶれはまあ黒として、記録されるので、そこのね、ちょっとなんていうんですか、許容される設定というか状況が変わるっていうことも、教えていただいて、それはすごく納得できる内容でした。で、まあダイナミックレンジが一番広く撮れるかどうかの検証方法はちょっと今の僕では分かりません。なんか、まあ、調べればね、当然、そういう記事とかも今までいろいろ見たことがあるので、それは調べられるかなと思うんですが、まあ現状ちょっとそこは分からないし、まあそこまでやらなくていいかなと実は思ってます。で、結果いろいろ試した結果、まあマイナス1で撮るのが、この環境とかいつものね、後部座席の窓ガラスに貼り付けて、撮ってる映像に関しては、まあそれがいいかなと思ってます。で、そうそう、もう一つの大前提として、この車、まあ、今の映像はまだ外しかほぼ映してないんですけど、いつも後ろから撮ってる映像は、室内は暗く、で、窓の外は明るく映ってるので、かなり、厳しい状況であることも僕は理解してます。だからそこでちょっと検証したのが一つ間違いだったかなっていう気はするんで、ちょっとね、まあ、昨日の休みとかで検証すればよかったんですけど、まあ、外でというか、一番僕が使う状況、一番使ってるのはこの状況なんだけど、最近は。外でね、通常に使う場合で、どれぐらいの露出設定がいいかっていうのは検証したいなとは思ってます。まあ、それはまあちょっと別の話として。で、二つ目は、その前に紹介した GoPro Labs で紹介している GPLog2 に関する記事というか、まあドキュメントを、まああくまで AI に読み込ませて、概要を、教えてもらった内容ではあるんですけど、それが言うには GoPro 本体もプラス 1.8、まあ要は 1.5 から2プラス2補正して、そこにプラス 1.8 のラットを当てるのが推奨されてるみたいな言い方をまあジェミニは言ってたので、そこが理解できなかったんですね。これはちょっと AI がちょっと英語の文章をちょっと読んでみようと思いますけど、難しいんだよな。本体でもプラスで補正して、ラットでさらにプラス。つまり、まあ、1.5 プラスに補正して、さらに 1.8 の、プラス 1.8 のラットを当てるってことは、いくつ？ 1.5 の 1.8 だから、2.3? 違う、3.3? 露出を上げる。もうこれは、とんでもなく上げすぎな気がするので、俺は記事が間違ってるのか、要約が間違ってるのか、そこでちょっとね、混乱というかわけわかんなくなったんですよね。まあでも、結果好きに使えばいいんですけどね。自分が好きだなっていう、方法を取ればいいだけの話なんですけど、まあちょっと公式が言うんだから何かしら意味があるんじゃないかと思って、ちょっとそこを検証してみたということです。もしその辺のね、ちょっと事情わかる方いれば、ぜひぜひ教えていただきたいんですけど、まあ、どっちにしろちょっと英語の文章頑張って軽く読んでみようかな
とは思いますが、まあでも GoPro、まあメーカー、どのね、メーカーもそうですけど、メーカーが言ってることが、まあ正しいんでしょうけど、自分の好みと 100% 合致するかどうかはまたちょっと別の話ということで、まあ好きに使っていこうかなと思います。で、まあちょっと昨日、一昨日はもう、ほとんどパソコンは、まあ昨日のね、Vlog だけちょっとパパッと軽く編集しましたけど、もう3分というめちゃくちゃ短い動画でしたけど、それ以外ほとんど PC 触ってないので、ラットを作るウェブアプリも、2日間全く触ってません。なんかうまくいかないんだよな。まあちょっと休んで、もう一回トライしたいなと思ってますけど、若干モチベーションが下がってる。まあ触って始めちゃえばね、まだ熱くなると思うんですけど。まあということで、まあ今日もね、ちょっと昨日の最後の動画のドライブ動画、車窓動画があまりに良かったんで、ちょっと同じ価格で撮ってみてますけど、どうですかね。まあちょっと薄曇りなんでね、どこまで綺麗に映ってるかわからないけど。まあ、ということで今日からまた1週間が始まるんで、頑張ってきます。まあ、2週間休み、12連勤の後の5日間だから短く感じるでしょう。次の休みはちゃんとどっか出かけたいですね。まあ、ということで今日もお仕事頑張ってきます。それじゃあまた明日。伝わらないと思うけどやってしまった。水筒をね、こうやって倒してたんですけど、ちょっと蓋緩んでて結構こぼれた。びしょびしょ。これ2回目なんですよね。2回目はね、こっち側に倒してて全部こぼれて、ここ池になってたことあります。最悪。